皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルへようこそ。今回から、新シリーズ、リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング応用がスタートします。基礎編で学んだ知識をさらに深めて、より実践的なプログラム作成に挑戦していきましょう。記念すべき第1回のテーマは、データ構造と処理の効率化です。少し難しそうなタイトルですが、リハビリの現場で得られる多くのデータを、どうやって効率的に扱い、分析していくか、という非常に重要なテーマになります。一緒に頑張っていきましょう。本日皆さんにマスターしていただくことは、こちらの4つです。まず、複数のデータをまとめて扱うことができる、リスト。次に、処理を一つの部品としてまとめる、関数、スクラッチでは、定義ブロックと呼ばれています。そして、これらを使って、リストに保存したデータから、基礎統計量を算出する方法を学びます。最終的に、基礎編の最後で作成した、反応時間測定プログラムを、今回学ぶテクニックを使って大幅にパワーアップさせていきます。今回のゴールは、複数の測定データを効率的に記録・分析する、より実践的なプログラム作成手法を習得することです。さて、本題に入る前に、基礎編の第4回で作ったプログラムを思い出してみましょう。データを一つだけ記憶する、変数、処理を分岐させる、条件判断、そして時間を計る、タイマーを使いましたね。これらを駆使して、10回分の反応時間の合計値を求め、そこから平均時間だけを算出する、というプログラムでした。平均値だけでも一つの指標にはなりますが、リハビリの評価としては、もう少し深い分析がしたいですよね。そこで重要になるのが、今回学ぶ、リストと関数です。リストを使えば、患者さんの複数回にわたる訓練結果を、一つも漏らさず個別にすべて記録できます。これにより、平均値だけでは見えなかった、データのばらつきや変化の傾向まで捉えることが可能になります。また、関数を使えば、例えば標準偏差の算出といった複雑な計算処理を、一つの部品としてまとめておくことができます。こうすることで、プログラム全体がすっきりと見やすくなり、後からの修正や機能の再利用がとても簡単になるんです。ではまず、リストから詳しく見ていきましょう。変数がデータを一つだけ入れる箱だったのに対し、リストは複数のデータを順番に入れられる棚付きの箱とイメージしてください。リストに入れた各データには1番目2番目というように自動的に番号が振られます。リハビリの現場で例えるなら、歩行速度という名前のリストに10回分の計測タイムをすべて記録したり、関節可動域というリストに1週間の測定値を日ごとに記録したり、といった使い方ができます。リストを操作するためのブロックは、変数カテゴリーの中にあります。リストを作るボタンから、新しいリストを作成できます。よく使うブロックとしては、リストの末尾にデータを追加する、〇〇をリストに追加する、指定した番号のデータを取り出す、リストの〇番目、そしてリストに入っているデータの総数を調べる、リストの長さなどがあります。リストの基本的な使い方を学ぶために、簡単な練習をしてみましょう。キーボードから数値を何回か入力してもらい、それをリストに保存します。そして、入力が終わったら、その合計値と平均値を計算して表示する、というプログラムです。準備として、入力データという名前のリストと、計算結果を保存するための変数をいくつか作成します。リストの作り方は簡単です。変数カテゴリーのリストを作るをクリックし、新しいリストの名前、ここでは、入力データと入力して OK を押すだけです。すると、このようにリストを操作するための専用ブロックが表示されます。プログラムの実際のコードです。まず、緑の旗が押されたら、リストのすべてを削除するブロックで、中身を空っぽ、つまり初期化します。次に、データ数は、と、聞いて待つブロックで、何回データを入力するかをユーザーに尋ねます。そして、入力された回数だけ、繰り返すブロックの中で、データを入力してくださいと聞き、入力された答えを入力データリストに追加するという処理を行います。ここでのポイントは、聞いて待つブロックと、それに対応する
答えブロックですね。これは調べるカテゴリーにあります。データ入力が終わったら、今度はリストの中身を使って計算をします。まず、合計変数を0に初期化し、i という名前のカウンター変数を1にします。そして、リストの長さ、つまりデータの数だけ繰り返します。繰り返しの中で、合計変数に入力データの i 番目を足し込んでいきます。そして、i を1ずつ増やすことで、リストの1番目、2番目、3番目と、順番にすべてのデータにアクセスできるわけです。最後に、こうして求めた合計をデータの数、n で割れば、平均値が計算できます。こちらが、今説明したプログラムの全体像です。左側がデータ入力パート、右側が計算パートですね。リストより平均値を求めるコードを実行してみましょう。データ数を5とします。それでは、データを入れていきましょう。10、20、30、40、50の順で入れます。すると、このように合計150。データ数5、平均30のように計算されます。次に、もう一つの重要なテーマ、関数についてです。関数とは、一連の処理、つまりブロックの集まりに自分で名前をつけて、一つのブロックとして部品化する機能のことです。スクラッチでは、定義ブロックやマイブロックと呼ばれています。関数を使うメリットはたくさんありますが、特に同じ処理を何度も呼び出せる、再利用性、そしてプログラムがシンプルになり流れがわかりやすくなる、可読性が大きな利点です。関数の作り方はとても簡単です。マイブロックカテゴリーのブロックを作るから作成します。ブロックの名前を決めるだけで、このように定義と書かれた赤色の帽子ブロックが作られます。あとは、この下にまとめたい処理のブロックをつなげていくだけです。こうして定義したブロックは、新しいブロックとしてパレットに追加され、いつでも呼び出すことができるようになります。では、この関数機能を使って、より実践的な応用を考えてみましょう。ここでの目標は、データが入ったリストをもとに、合計値、平均値、最大値、最小値、中央値、そして標準偏差といった基礎的な統計量をまとめて計算してくれる、統計量を計算するという名前の関数を作ることです。こちらが統計量計算プログラムのメインコードの構成です。まず、緑の旗が押されたら、初期化とデータ入力という2つの関数を呼び出します。そして、データ入力が終わったら、今回作成する様々な統計計算の関数を順番に呼び出し、最後に、基礎統計量の表示という関数で結果をまとめてみせる、という流れになります。このように、処理を関数に分けることで、メインのプログラムは、何をしているかが一目瞭然になりますね。各統計量の計算の考え方を少しだけ見ておきましょう。最大値や最小値は、リストの最初の値を仮の最大、最小として、2番目以降のデータと順番に比較し、更新していくことで求められます。中央値は、まずデータを小さい順に並び替える、ソートという処理が必要です。そして、標準偏差は、平均値からの各データのばらつき具合を示す指標で、少し複雑な計算式で求められます。重要なのは、こうした複雑な処理をすべて関数として部品化し、メインプログラムからは見えなくしてしまう、ということです。これを処理のカプセル化と言ったりもします。こちらが合計と平均を計算する関数の定義です。先ほどの練習問題で作成したコードと全く同じですね。このように一度作った処理を関数として保存しておけば、いつでも再利用できるわけです。こちらが最大値と最小値を求める関数の定義です。リストの1番目の値を仮の最小値と最大値の変数に入れておきます。そしてカウンター変数 i を1にしてリストの長さだけ繰り返します。もしリストの i 番目が現在の最大値より大きければ最大値をその値で更新します。同様にリストの i 番目が現在の
最小値より小さければ、最小値を更新します。これを最後まで繰り返せば、最終的にリスト全体の最大値と最小値が求まります。こちらは、中央値を求めるための前準備、データを小さい順に並び替える、バブルソトというアルゴリズムの定義です。隣り合うデータを比較して、順番が逆なら入れ替える、という処理を繰り返すことで、全体を整列させます。少し複雑ですが、こういう決まった手順があるんだな、と理解してください。データがソトされた後、中央値を求めます。データの数が奇数か偶数かで、計算方法が少しだけ変わります。データの長さを2で割った余りが0、つまり偶数なら、真ん中の2つの値の平均が中央値になります。そうでなければ、つまり奇数なら、ちょうど真ん中の値が中央値です。そして、こちらが、標準偏差を計算する定義です。まず、以前に作成した、合計と平均の関数を呼び出して、平均値を計算しておきます。次に、リストの各データと平均値との差、これを、偏差と言いますが、その偏差を2乗した値を合計していきます。最後に、その合計をデータの数で割った値、これを、分散と言います。その平方根を求めることで、標準偏差が計算できます。最後に、これまで計算してきた各統計量が入った変数を、画面に表示させるための関数です。計算完了とメッセージを出すことで、すべての処理が終わったことをユーザーに伝えます。関数を利用した基礎統計量の計算プログラムを実行してみます。データ数を5とします。それでは、データを入れてみましょう。今回も10、20、30、40、50と入力します。このように、定義で設定した値が表示されます。さて、いよいよ本日のメインイベントです。基礎編で作成した反応時間測定プログラムを、今回学んだリストと関数を使ってバージョン 2.0 へとパワーアップさせていきましょう。改善点は、10回分の反応時間をすべてリストに記録すること、そして測定終了後に、自作の関数を呼び出して、基礎統計量をまとめて表示することです。こちらが改善版のメインルーチン、ステージに書かれたコードです。まず、変数初期化と説明してというメッセージを送って待つという流れは関数化の考え方ですね。そして、10回の測定ループの中で、前回は合計値に加算していましたが、今回はタイマーの値をそのまま入力データリストに追加するように変更します。ループが終わったら、結果を表示というメッセージを送るだけ。非常にシンプルになりました。ターゲットとなるスプライトのコードは、基本的に前回と同じです。説明してというメッセージを受け取ったら説明のセリフを話し、測定メッセージを受け取ったら自分を表示し、スペースキーが押されるまで待つという役割です。計算と表示の役割は、今回、アビーというスプライトに担当してもらいます。まず、変数初期化を受け取ったときに、リストと関連する変数をすべてきれいにします。そして、メインルーチンから、結果を表示を受け取ったときに、これまで定義してきた、合計と平均や、バブルソートといった統計計算の関数を順番に呼び出します。最後に、基礎統計量の表示関数を呼び出して、結果を画面に見せる、という流れです。こちらのスライドは、アビーが持っている、合計と平均、最大値と最小値の関数の定義です。内容は、先ほど練習問題で作成したものと全く同じです。一度作ってしまえば、このように別のプログラムでもコピーして再利用できるのが、関数の便利なところですね。こちらのスライドも、アビーが持っている、バブルソート、中央値の計算の関数の定義です。こちらのスライドも、アビーが持っている、標準偏差の関数の定義です。それでは、修正した反応時間測定プログラムを実行してみましょ説明が終わるとスタートします。ボールが表示されたら素早く、スペースキーを押してください。測定は10回行います。
今回はリストを使用することによって、このように基礎統計量も求めることができます。さて、この結果から何がわかるでしょうか。平均値は全体的な反応速度の指標です。そして、今回新たに追加された標準偏差は反応時間のばらつきの大きさを示します。この値が大きいほど反応が不安定、つまり集中力が途切れていたり、疲労している可能性があると推測できます。また、最大値と最小値の差を見ることで、パフォーマンスの波を評価することもできます。このようにリストにすべてのデータを保存することで、平均値だけでは見えなかった、より多角的な評価が可能になるのです。それでは、本日のまとめです。リストは、複数のデータをまとめて記録、管理できる強力なツールであること。関数、つまり定義ブロックは、複雑な処理を部品化し、プログラムを整理できること。これらを組み合わせることで、単一の平均値だけでなく、データの分布やばらつきまで考慮した、より詳細な分析プログラムを作成できました。プログラミングは、リハビリテーションにおける客観的評価のツールとして、非常に大きな可能性を秘めていることが、実感できたのではないでしょうか。リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング応用、第1回はここまでです。皆さん、お疲れ様でした。プログラミングの学習は、ここからが本当のスタートです。これまでに学んだ知識を組み合わせれば、皆さんのアイデア次第で、さらに多様なリハビリ用ツールを作成できるはずです。ぜひ、ご自身の専門分野で感じている課題を、プログラミングで解決できないか、考えてみてください。皆さんのアイデアが、未来の医療を豊かにすることを、心から期待します。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。